はい、こんにちは。トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。はい、今日はですね、もう皆さん知ってると思うんですけど、ちょっと前にね、ガソリンスタンドっていろいろブランドあるじゃないですか。ね、シェルとかエスソはもうないか、エネオスとかね、いろいろあると思うんですけど、みんなそれぞれ大体こう廃屋ガソリンのブランドを持ってたりしてね、なんかそれぞれこうどういう効果がありますよみたいな歌ってるんですけど、実は、元は一緒だったみたいなねニュースがあったんですけど元が一緒っていうか、ね、途中の精製所で、こういうメーカーさんね、エネオスとか、コスモとかいろんな会社あるじゃないですか。太陽石油とか、ね、出光とかね、あるじゃないですか。ね、で、コスモだったらね、スーパーマグナムとかありますね、ありますね。シリンダーの中洗浄しちゃいますみたいな、綺麗になっちゃいますみたいな、入れれば入れるほど、廃屋ガスに入れれば入れるほどシリンダーの中が洗浄されますみたいな、自然にとかって言ってたみたいな言ってた。すっげえ言ってた。そしたらなんつうの、精製所から来るやつ、例えばエネオスとか他のやつメーカーがね、こう混合されてタンクの中に一緒になっちゃった。でそこから抜いてタンクローリーでスタンドに届けるから、混ざったガソリンになっちゃった。でもそうですよね、もう全部一緒になっちゃうわけですから。そう一緒になっちゃったで、一緒になっちゃったら、メーカーのその性能を維持できないじゃない。維持できないってもう全部同じになっちゃうんですよね。同じじゃない。実は違うんだよ。その地域によってそのタンクが一緒だったりとか、タンクは別にあったりとかしてて、なんだかわかんないガソリンになっちゃうわけだよ。そう。廃屋なのは間違いないけどっていうことですね。そう。廃屋じゃないのも混じってる。混じってるかもしれない。それはまずいな。今は混じってないって言ってるけどね。今は混じってないって言ってるね。オクタン価の高いのを廃屋って言ってるんだけど、廃屋のガソリンがどこのガソリン入れても一緒ですよと。そうですね。そういう話がね、ちょっと前にニュースになってましたけど。昔雑誌でさ、どこの廃屋が性能いいかとかってやってた雑誌とか。なんか結構ね、そういう話聞きますよね。そこでしか共有しないマニアックな話してて、どこの廃屋ガソリンが一番性能がいいか。ここがパワーが出る。そしたらほぼ一緒だったっていうね。ざまあみろみたいな感じです。雑誌の企画としてはね、どこも一緒なはずだよって、これ20年前からやってたらしいから。その性能のチェックして、でどっからやっても一緒だったって話だよ。なるほどね。誤差の範囲だった。誤差の範囲だったって話。そう。みーくんもね、昔みーくんの実家の前にコスモのガソリンスタンドだったの。コスモね。そうで、スーパーマグナムだとかっつって廃屋ね、そうこだわって入れてたわけ。そういう人いますよね。そこの単一ブランドでね。でそれが全く意味がなかったっていうことに抽象さまです。わざわざ予想よりも高いのにね、いやもうね、洗浄がこだわってるからとかって車に優しいからみたいな感じで、そこで入れてた高いガソリンに入れてたのに、どこ行っても同じガソリンだったら寄せようで入れた方がよかったねって話だよ。本当ですよね。チキショーみたいな。頼みますよ。で、どこ行ってもね、ガソリンは一緒だったって話したいじゃないですか。だからで、実は今ね、廃屋ガソリンの話はみんな知ってるからつまんないのよ。そうですね。ニュースやみんな知ってるよみたいなね。これから面白い話ですから。これ何の話ですか？不正経由の話だよ。不正？そう。どういう話ですか？経由ってさ、実はね、二重課税になったの知ってる？知らないです。消費税と経由引き取り税ってのがあって、引き取り税もあるんですか？税金かけてるの。だから元はすげえ安いのに、税金かけられちゃうから、すげえ高くなっちゃうの、売るときに。今100円ぐらいするのかな、リッター。そうですね、経由ね。で、昔ね、よく運送屋さんに不正経由っていうのね、あっちの地方の栃木とか群馬の方にあるから来た業者に安い経由あるから入れてみないとかって、どういうことですかっていう話になる。
だって値段同じなんじゃないですか、その安いんだって、税金は。安いんだって。すっげえ安いの。はいはい。3分の2ぐらいなの。だったらそっちで入れたいですよね。そうそう。怪しいんだろうとかって大してバレねえからとか。ちょっとわかんないけど。なんで何がバレるのか。うちの近所のほら、ガス運輸運送屋さん、でかい運送屋さんとかもガンガン入れてたの。そこでね。そうそうそう。要は何かっていうと、不正経由って経由じゃないの。経由じゃないですか。自由。そのままじゃダメなんだけど、自由にこう待てて経由と同じようにするのね。そうそう、いろんな添加剤混ぜて。そうすると経由に似たような性質のものができるの。ディーゼルエンジンでも燃えるよぐらいの。だって灯油だって入れて大事なんだよ。あ、そうなんですか。まあ灯油入れちゃうとここのインジェクターとかもダメになっちゃうけど、それにちょっといろんなもの混ぜると大丈夫なの。あ、そうなんだ。そう。はいはい。だから足んない時は灯油入れちゃえば大丈夫だよ。また間違った情報じゃないですか。それで壊れたって言われたらどうするんですか。突然だもんな。良い子の皆様はやってはいけませんよ。お願いします。良い子ってことはなんか小学生とか。あ、そうそうそう。小学生か遠い買わないから。ディーゼル持ってないですから。車乗らないからね。良い大人は真似しないでください。お願いします。そうね。で実際ね、不正経由と実際ちゃんとしたその経由の見分け方ってあるんですよ。調べられちゃうの。不正経由撲滅の時に経由こうトラックから抜かれてこう調べると分かっちゃう。あ、そういうやつもあったんですか。そうそう、クマリンつあれに入ってて。クマリンなんか可愛い。あれね、そうそれに入ってて、そんな出てこないとダメだよ、不正経由だよみたいな、なっちゃう。でもそれ運転してる人は分かんなくて入れてたらどうするんですか。運転してる人が分かんないで入れてるものなんか今までかつて一回もねえから。そうなんだ。そうそう、ちょっと白い煙入ってるトラックとか結構入れてる。言いますよね、あれ入ってるから大体。エンジン不調じゃないですね。エンジン不調じゃないよ。あまり白い煙すげえ入ってる。あるあるある。あれちょっと品質の悪い不正経由だ。そういうことなんですか。そう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 。ちなみにその不正の経由ってどこで手に入るんですか。どこで手に入るんですか。いやいやいや、業界的には NG ですから。NG なんですか。っていうかいまだにあるんですか。あるあるあるよ。そうなんだ。あでる。もまあこういうブランドのガソリンスタンドではそういうのはないですよね。ある。あるんだ。あるよ。不正経由があってね、看板下ろされちゃったとこあるから。俺の知ってるところで。それってさっき言った近所のノーブランドになっちゃったの。スタンドがちゃんとねブランドだったのにノーブランドになっちゃって、これ話戻すんだけど、ノーブランドになっちゃったから、俺的にはねどのガソリン入れてんのかわかんねえから不安でしょうがなかった。本当ですよね。なんかスワッグガソリンじゃねえのかなと思って、白いタンクローリーが来るわけさ。ブランドの書かれてるのがビャーンってきて、でこうタンクに補充してるわけ。あれどこのだよとかと思いながらさ、混ぜてんじゃないのと思いますよね。かなと思っててね、いたらあれは仰天玉っつっていろんなそのねシェルとかコスモとかねエネオスとかでちょっと余っちゃったやつ、アウトレット的なやつ、ガソリンの。そうそうそう、そんなのあるんだ。それがこう入ってるわけ。でも一緒だからね、結局どうガソリン入れても基本的に一緒なんだから入れればよかったと思うんですよ。安かったから安かったから少し反省したんだよね。ブランドものがなくなっちってこうなんつうの仰天玉になっちって結局同じだったガソリン少し安くしたのでそうそうそうそこで入れればよかったよ。いや本当ですね。目の前にあるのにさ、わざわざ遠くの方まで行って入れてたんだ。怪しいと思って。意味なかった。意味なかったですね。こういうのもあったんだよ。これは皆さん知らなかったですね。不正経由。そう。本当に。知ってる？そういうの。分かんなかったです。知らなかった。初めて聞きました。そう。で、うまかったんだよ、不正経由やってる業者。ね。このね、スタンドを絡まして入れてたんだけど、スタンドのグルだったんですね。
だって誰がこう入れんだよこれ機械でスタンドの人いないといらないじゃん。確かに確かに。ローリーでこう持ってきてこう入れちゃうから。そんなこともあったんですね。まあ未だにあるのか。未だにある。でもそれ例えば、気づかないで、こう例えば他の地域のトラック運転手が軽油入れようってなって、気づかないで入れちゃう場合もない。あ、ないですか？ない。そうなんだ。あるわけないよ。あるわけないよ、その不正形なんで。なんでですか？なんでですか？不正形はタンクに入れねえから。タンクって地中に埋まってんの。あ、そういうことですね。全部抜き取れねえから。確かに。間違ってもその中に補充とかしちゃったら、もうちゃんとまともな軽油入れたって、不正軽油のあれが出てきちゃうから。だから絶対入れない。ローリーのまま持ってくんだよ。なるほどね。ローリーのまま持ってって入れちゃう。なるほど。そういうこともあるんですって。皆さん、僕初めて聞きましたけど。安いからいいよ。いやでも壊れないんですか？その不正軽油入れてるそのエンジン。ディーゼルエンジンで。まあ詰まる時あるよね。それからスピンで混ぜれば大丈夫。なんですか？クマモンでしたっけ？じゃあクマリン。クマリン。クマリンは違う。クマリンは不正軽油かどうか確認するためのその薬液ね。はいはいはい。怖いですね。でも安ければいいのかっていうところもありますよね。だって運送屋さんなんか辛いよって、結構今ほらコストダウンさせられてさ、そうですね。人件費が高騰してるしさ、じゃあどこで削るかっつったら油しかないじゃん。確かに油。昔油だ。いや僕も油って言いますよ。油入れてこいって言いますよね。そう油入れてこいって言うな。サラダ油でも入れちゃうから。いやでも走るらしいですけどね。なんか油高いからちょっと。不正軽油の方が安いから。そう。なんと、じゃあ今日はそのテカテカしちゃうからな、サラダだから。そうですね。いい匂いしちゃう。ごま油のがいいか？いい匂いしちゃうから。ごま油からいい匂いしちゃう。天ぷら油の匂いしちゃう。走ってたら揚げ物の匂いみたいな。そう。まあね、今日は不正軽油の話。まあこの辺はね、ハイオクそれ皆さん知ってるところだったと思うんですけど、不正軽油は僕も初めて聞きましたし、多分運送業界にいなかった人は初めて聞いたんじゃないかなみたいな。そう、運送業界の人は知ってるよ。知ってますよね。うちはやってねえけどみたいな、どっかはやってっとみたいな話は余計なこと言ってんじゃねえって思ってるかもしれないけど。はい。じゃあ今日はまたガソリン、給油のね闇をちょっとお話しいただいたんですけど、他になんか闇系お話ししたいことってもしねこういうのやってって言ってリクエストあればそれやります。一応頭の中に入ってるけど、どれを先にやった方がいいか。なるほどね。ちょっと皆さんリクエストしてくれる。コメント書いてください。ありとあらゆるもう誰にもこう制限のない喋りをしちゃいますから。大丈夫ですよ。忖度しませんから。よろしくお願いします。忖度する相手いないですね。いないですから。はい。じゃあ今回ね、みーくんにまた闇シリーズ聞きたいことあったらね、ぜひコメント書いていただいて、よろしくお願いします。はい。では今日の動画は以上となります。またお会いしましょう。ありがとうございます。